皆さんこんにちは。シンガポール人の J です。Hi guys, this is J here. 今日の質問はこちらです。シンガポールの兵役について教えて。ちょっと難しい質問ですけれども、ちょっと答えてみますが、一応軍隊のことなので、兵役に入っている時、そしてその期間に入手した情報はOfficial Secrets Act という法で守られていますね。でそのため、詳しく説明できないところもあるんですけれども、政府が公式に公開した情報ベースでお話ししたいと思います。はい、あります。1967年から義務化されています。主な理由の一つは自衛のためですね。で人口が少ないシンガポールは兵士を雇うのはすごく難しいので、自分の国を守ることを、国民の義務の一つとして定められました。法律上でEnlistment Act という法がありますが、簡単にまとめると、そしてよくある説明としては、18歳以上の男性シンガポール国民および第二世シンガポール永住権保持者ですね。で入隊を延期することもできるんですね。例えば入隊通知が来ている時にフルタイムの第三次教育、簡単に言うと大学の1個前の教育までを受けているなどの理由で、延期できます。例えば、7歳のシンガポール人が6年の小学校、4年の中学校、そして2年のジュニアカレッジを卒業してからちょうど18歳になるので、その入隊通知が来たらちょうど入隊できますが、7歳のシンガポール人が、6年の小学校、4年の中学校、そして3年の、ポリテクニック、いわゆる専門学校を卒業したらだいたい19歳ぐらいですね。で18歳の時にその入隊通知が来ている時にまだディプロマ習得中の最終学年なので、19歳に卒業後までに延期したいと申請しなければならないです。で簡単に言うと2年間ですが、1年10ヶ月ほど短めの人もいます。でまず入隊する前に身体検査や体力検査などがあります。でその結果によってまず兵役に行きますか、どんなペースステータスに入るんですかが分かります。そして徴兵通知が来たら入隊準備をします。で入隊する組織は主に3つありますね。SPF シンガポールポリスフォース、いわゆるシンガポール警察部隊、SCDF シンガポールシビルディフェンスフォース、シンガポール民間防衛隊、そして一番大きいのは SAF ですね。シンガポールアームフォーセス、シンガポール軍のことです。でシンガポール軍の中にもちろん陸軍、海軍、空軍も含まれています。で入隊の最初に基礎訓練があります。でその基礎訓練の種類と期間はそれぞれですね。例えばSPF シンガポール警察部隊の基礎訓練は POBC と言いますね。で SCDF シンガポール民間防衛隊の基礎訓練は BRT と言います。Basic Rescue Training です。それで大半の人はシンガポール軍に入隊するんですね。で SAF シンガポール軍の、基礎訓練は BMT と言いますね。Basic Military Trainingでよくある場合は2ヶ月間です。でそこでまずは一般市民から軍人になるまでの訓練を受けます。よくある訓練は身体トレーニング、水泳トレーニング、進行訓練、武器の基礎運用、管理方法、実地訓練、基礎戦術、アーバンオペレーションズ、都会内の実地訓練などがあります。そしてその期間にいろいろな試練が待ち受けていますね。例えば IPPT、個人体力試験、SOC、障害物コース試験、実弾射撃と手榴弾投げ、そしてサバイバル演習、いわゆる実際の森に入り寝泊まりしながら身につけたサバイバルスキルを実践的に使い、そして、与えられたミッションの完了を目指すということですね。でこの2ヶ月の終わりに向けて、長距離進行訓練にも集中します。で基礎訓練の最後にFBO 完全武装、いわゆる20キロ以上もあるフィールドバッグ
と銃を持って24キロの長距離進行を終え卒業パレードで基礎訓練を卒業します。ちなみにその基礎訓練の卒業パレードの会場として使われてきました一箇所は私の後ろにあるダフロート・アット・マリーナ・ベイですね。でただいま見えるようにダフロートが今解体中です。で解体してから何を作るかというと、NS スクエアというランドマークを作るみたいですね。でこの BMT、基礎訓練が終わったら上級訓練を受けますね。その上級訓練は主にコマンドスクールトレーニングとボケーショントレーニングということがあります。でコマンドスクールトレーニングはリーダーシップがある人々がいて基礎訓練 BMT よりさらに激しく鍛えて兵士を支持できるように訓練します。そしてそのボケーショントレーニングは職種別の訓練を受けて専門性を身につけます。例えばアーマーやアーティラリーだと戦車の構造、操作、管理、そしてその戦術のトレーニングと実際の訓練をします。そしてメディカルだと応急措置などの救急基礎の上戦場での応急装置などを学びます。で上級訓練はだいたい1年目に終わるのでそこから各部隊に入りその部隊の義務を果たしながら、ORD を待ちますね。で簡単に言うと ORD Operationally Ready Date は兵役が終わる日です。で兵役が終わったらNS メンになりますので呼ばれるようになります。そうですね。NS メンになっても国を防衛する義務があるので、部隊に呼ばれることがあります。でそれがリザービスと言います。でそのリザービスで、再訓練を受けます。例えば2年間の兵役で学んだことを復習したり実弾射撃体力試験などを受けます。そして、エクササイズ、運動ではなく実際の軍事訓練に参加させるので、再び森に戻り実地でサバイバルしながらミッションの完成を目指します。でよくある場合はリザービス10回に行かなければならないんですね。で年1しか呼ばれないし一般の兵士だと40歳まで呼ばれるので、早くても18歳に入隊2年間の兵役終わったら20歳そこから10年連続呼ばれたら30歳にリザービスが終わりますが呼ばれない年もあるので40歳までやる人も普通にいます。で数ヶ月前に通知が来るしリザービスは兵役義務の一つなのでそれ以降にリザービスに呼ばれる期間に休みを取ったり海外に行ったりたとえ仕事があっても基本的に避けられないんですね。そして部隊ごとに呼ばれるので、社会で普通の会社員から、社長や自営業している人まで職種や役職にもかかわらず呼ばれます。で簡単に言うとリザービスが、部隊が決めることなので行かなければならないです。個人的に2年間の兵役はすごく大変な時期もありましたが、訓練された規律、経験、スキルなどは、実際の社会にも役に立った時もあるし、兵役の中の経験と思い出がすごく貴重なので、全体的に良かったと思います。でも2年間の兵役がすでに終わっているものなので、良かったは簡単に言えますね。はい、以上シンガポール人に聞いてみた動画でした。でそもそも今回の質問はちょっとシンガポールの徴兵制に関わるので、皆さんはそういうことに対して興味あるかどうか分かりませんが、もしこの動画の内容が面白かったらぜひ高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではまたね。この動画面白かったらぜひ高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。